はい、皆さんこんにちは、ゆめでございます。今日はお知らせがございます。2ヶ月ぐらい前かな、2ヶ月ぐらい前から企画していたことなんですけど、松本、私の、生まれ育った生まれ故郷の、松本を舞台にしました外国人観光客向けの、一応ね、もちろん日本の方も大歓迎ですのツアーが、Airbnb に掲載され始めました。イエーイ。はい、結構前から計画していて、いろんなツアーをね提出して、で承認が下りると掲載され始めるんですけど、結構前からいろんなねツアーを提出していたんですけど、なかなか承認が下りなくて、でやっと、承認が下りて掲載が開始されました。というのも、掲載され始めたのが1ヶ月前ぐらいなので、かなり前なんですよでここでアナウンスすればよかったんだけど、なんか言ってなくて、いろんなねバタバタしていて言ってなかったんですけど、で忘れてたんですよ、なんならそしたら数日前に、なんと予約が入りまして、予約してくださった方がいらっしゃったんですよ。で忘れてたから日程調整もね載せていただいて、無事に、ツアーを開催することができました。その人なんですけど、もうたまたまその Airbnb のその体験のコーナーというか体験のところをね、見てくださって、松本に観光に来ていて、多分松本でローカルな体験をしたいということで何か探していたと思うんですよ。でたまたま私のツアーを見つけてくださって、多分東京とかね大阪とか本当に人気の観光地だとツアーの数、アクティビティの数がすごい量だと思うんですけど、松本ってまだまだそんなに知名度がね、旅行先としてはまだまだ低い方なので、そんなにアクティビティの数が多くなかったために、私のツアーを見つけてくださって、レビューもねないにもかかわらず予約してくださったんですよ。でこの YouTube とかね Instagram とかのことも全く知らずに、私のことを全く知らずに予約してくださったんですね。でそのツアーの内容なんですけど、私でしかできないようなツアー内容にしたかったので、私が何ができるかっていうところなんですけど、まずランチを一緒に食べる。そのランチも、観光客の方だとなかなかローカルスポット、特に外国人の方だとそのちっちゃいお店とかローカルフードっていうのを食べられるところって見つけにくいと思うんですよ。とか、あと本当に松本のお店自体が結構クローズなところが多いので、その外国人観光客に免疫がなかったりとか、英語のメニューがなかったりとかして、観光客も読めなかったりとかわからないこともあるだろうし、そのお店の方もなかなか外国人の方に積極的に接客をしていく、サービスをしていくっていうことがなかなかないと思うんですよ。なので、そういうところに私も一緒についていけば、お店の方にもね迷惑かけずにで観光客の方にも楽しんでもらえると思ったので、そういうねなかなか見つけにくいところに一緒にランチに連れて行けたらなというので、ランチっていうのも入っています。でその後に街歩きっていうのを入れていて、街歩きもしながらご希望の方のみなんですけど、私やっぱり歌ってみた踊ってみたの動画をたくさん上げてるので、そういう動画を一緒に撮れたらいいなっていうのもツアーのプランに入っています。で簡単な踊りを教えて一緒に踊るのでもいいですし、もしくはそのビデオには映りたくないよっていう方も多分いると思うので、そういう方はその日の思い出をねちょっとちっちゃくまとめてショートムービーにしてお渡しできたらいいなと思っています。で本当にビデオとか大丈夫だよっていう方もいると思うので、そういう方はもう本当に街歩きの時間一緒にお話しする時間を長く撮れるかなと思います。というわけで、そのランチと動画と街歩きが込みで3時間のツアープランになっています。で今回予約してくださった方もその3時間を丸々使ってランチをして、でお話しして街歩きして、まだねその方は松本城も行ったことなかったので、松本城をふらふら歩いて、あとはその松本駅松本城周辺の何ですかね、小道裏路地とかを歩きました。はい、で多分楽しんでくださったと思います。体感でレビューも残していただきました。というわけで私掲載そのツアーのこともね完全に忘れていたんですけど、やっぱりこの私の生まれ育った場所を
知らない人、その松本を知らない人に紹介できるっていうことと、こうまだ出会ったことない人とお話できるっていうのの楽しさをね、また思い出させてくださったので、本当に感謝しています。で、やっとここでねアナウンスしようっていう風に思わさせてくださったので、本当に感謝です。はい、その方が一緒に話してる時に、昨日居酒屋に行こうと思ったんだけど居酒屋に行けなかったんだよね、予約してなかったから入れなかったんだよねっていうのをおっしゃっていて、そう松本を盛り上げたいっていうのでいろんな人とこう私が関わるようになって、なんだろう、観光客の人がやっぱり居酒屋に行きたかったんだけど、なんかマナーとかもわからないし、そのどこに行ったらいいかもわからないし、なんだろう、そういうツアーがあればいいのになっていう声もね耳にしていたんですよ。なのでその方1個目のね私のそのツアーを予約してくださった方がまだ数日いらっしゃるっていうことなので、もしよければ居酒屋ツアーもやるよって言って居酒屋にもお連れしたんですね。そうだから今後なんか多分居酒屋ツアーってかなり需要があると思うんですよ。なのでそういう別のツアーも開催できたらなと思っています。はい、まだまだ松本って日本の中の観光地としては知名度がまだまだなので、その松本を盛り上げる、もっともっとこう活気をつける起爆剤になればいいなと思っています。微力なんですけど何かね貢献できたらいいなと思っています。なので松本、日本に観光に来ようと思っている方とか、あと日本に住んでる方でも日本人の方でも松本まだ来たことないよっていう方はぜひ私のツアーをね使わなくても全然いいので、ぜひぜひ松本に来てみてください。たくさんねいいスポットがあるので、ぜひぜひ松本に来てくださいという動画でした。はい、今日はこんな感じです。またねいろんな楽しいことをお伝えできたらいいなと思っていますので、次回の動画も楽しみにしていてください。今日の動画も見てくださってありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。